端っこのアトリエにようこそ。この動画ではマインクラフトの建築用モッドミニアチュリアを使った街づくりの様子を紹介していきます。ミニチュリ作者が立ててくよ。スタート。どうも、端っこです。今回もご視聴ありがとうございます。ミニチュリ作者が立ててくよ。略してミニ立て。脱線続きでパート3にしてまだ中身空っぽの民家が1軒しか増えてない現状ですが、今回は村をちゃんと発展させたいなって思ってます。あと後半ではミニチュリモッドの次回アップデで新登場の装飾アイテム数点をお披露目しようと思ってますので、最後まで見ていってくださいね。前回村が丘の上に移動したのでした。丘というか、崖に囲まれた台地ですね。上空から見た崖の全体図。若干ハート型をしています。この図を使ってどう発展させていこうか簡単に計画してみましょう。図の右側が北です。西の海に面した崖は海岸のリゾートっぽくしたいですね。南の崖は険しい感じなので城塞っぽくしてみたいです。全体的にファンタジーな世界観で行こうと思ってます。で、北の方は農園にしようかな。お花畑がどこかに欲しいので、隣の農家はお花を栽培しているってことにしよう。北側の崖がお花の農地って日当たり良くなさそうだけど、まあいっか。今回は隣の農家の続きということもあるので、このお花の農園を尽くしていきましょう。農園を作るのはこの辺りです。起伏を生かしつつ、可愛い丸っこい感じの畑にしたいですね。ほい。あっという間に下地ができちゃいました。まずは石で畑を造形していきます。丸っこい畑に沿うような形でくねくね道も作っていきます。同じく畑のくぼみに合わせて水路も掘っていきましょう。シャク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 。土を掘る音は気持ちいいな。水路をどんどん伸ばしていきます。水のルートをくねらせて滝を作らずに急傾斜を緩やかに流れるようにするとリアルな水路っぽくなるような気がします。丸っこ畑をどんどん増やしていきましょう。円はフリーハンドで置いていきます。望みの高さに面ができたら、ワールドエディットのスタックの呪文を使って、それを下に伸ばしていきます。この作業を繰り返しながら、なだらかな曲面になるようにしていくんです。丸っこ畑の下地ができたら、その上に草ブロックを置いて緑化していきます。ミニチュリモッドのお花はハーフブロックの上にも置けるので、ここでは同じくミニチュリモッドのハーフ草ブロックを使っていくことにします。石ブロックを草ブロックに置き換えるときは、ワールドエディットのリプレイスブラシを使います。次に丸っこ畑にお水をまく設備を作りましょう。おしゃれな噴水っぽい感じ。道を滑らかにしていきます。ミニチュリモッドのハンマーを使えば石畳レイヤーの高さ調整も簡単。高くしすぎても壊して置き直す必要がないので便利です。上空から全体を見下ろすとこんな感じになってます。丸っこ畑がいろんな高さにあるので複雑だけど可愛い感じの起伏地形が出来上がってるように思います。おし。じゃあ水路に水をダバーしていきましょう。いい感じに流れてくれますね。地形ができたので橋を作り込んでいきます。
鉢など重なっちゃう部分が多いブロックは設置するのがちょい難しいですね。最後に鉄でできたかっこいい水門を作ります。ちょこっと頑張って細かくつくつく。これで畑は出来上がり。あとはお花を植えるだけ。最後に植わった状態の完成した農園をじっくりご覧ください。ミニチュリ職人の朝は早い。そろそろアップでのこの間、新作アイテムのお披露目をしよう。せっかくなのでこの辺にお披露目会場を作ろう。ミニチュリ新作発表会。それでは次回アップデで追加する新ブロックをいくつか紹介していくよ。まずはディレクターズチェアのご紹介。フレーム部分の材質には松とアカシアの2種類。シート部分のカラーはそれぞれ4色ご用意しました。夏場のアウトドアシーンを飾るのに便利なチェアですね。挙動としてはハンマー左クリックで叩けば方向が変わります。ハンマー右クリックでシートの色が変わります。また、ミニチュリモッドの椅子はすべて右クリックで座ることができます。ここがポイント。ミニチュリの椅子はすべてハーフブロックの上にも置くことができるんです。床をハーフ張りにしても安心ですね。高さがずれてもちゃんと座れますよ。同じ挙動で木製の折りたたみチェアも入荷します。こちらは松、ホワイト、アカシア、ダークオークの4色。このウッドテイストに合わせた一緒に使えるテーブルもおいおい入荷したいと思ってます。さらにカウンター用のスツールも入荷。鳥はこの2種類で色もいっぱいご用意してます。ハンマー動作は他の椅子と同じですが、このスツールの特徴は方向を変えると微妙に位置がずれてくれることです。このように設置後にハンマーで左クリックすれば乱雑な並びを演出することもできます。また、ハーフブロックの上に置けるのでカウンターの高さも自由に決められます。ミニチュリモッドは小物のハーフに乗るからです。椅子で欲しかったソファーがついに登場。色は8色。カジュアルからフォーマルまで色々合わせられそう。このソファーの強みはつながることです。横だけじゃなく曲げてつなげることも可能。曲がり角は階段ブロックのように変形します。こういう形につなげればショッピングモールやストリートに置いてある椅子にも見えますね。もちろんハーフの上にも置けますよ。高さが変わるとつながらないのもポイントですね。ソファーに合わせるローテーブルもご用意。色はテーブル類共通の8色。横方向につながります。テーブルはハーフブロックの高さなんですが、その上に小物を乗せることができるので実用的。そしてなんと、ハーフのテーブルの上にハーフサイズの植木鉢が乗り、そのさらに上に植物を植えることもできるんです。
ここがポイント。テーブル自体をハーフブロックの上に乗せた場合でも同じことができるんですよ。続いてはシンクと蛇口です。いよいよ水回りも入荷開始。錆びたものも含めて4種類。化粧板のあるバージョンも今後入荷していきたいです。シンクは蛇口とは別になっていて横方向につながります。蛇口はひとまず3種類。特徴としてはパネルガラスと同じようにハンマークリックで2段階押し込むことができる点です。このように棒や縦ハーフにもつけることができますね。石のかまども入荷しました。通常のかまどとモッドのかまどでデザインを統一。モッドのかまどは中が空洞になってます。通常のバニラのかまどは着火するとこんな感じ。モッドのかまどは右クリックするだけで着火します。実際に使用できるわけじゃないですが、明るくなり煙のエフェクトが出ます。店舗を飾るイーゼルも入荷。チョークアートの入った可愛いカフェ黒板。レストラン向けのメニュー黒板。華やかなウェルカムボード。あと、風景画も用意しました。川岸や湖畔などに置いても雰囲気が出そうですね。ハンマー挙動は他のブロックと大体同じです。ハーフの上にも乗りますよ。最後にご紹介するのは吊り看板です。今後増えるかもですが、差し当たってこの6デザイン。カフェ、レストラン、ホテル、パン屋、酒場などに使えます。壁に直接貼り付けるタイプのほか、吊り看板には木の板とスケスケの2タイプあります。パネルガラスや蛇口と同じようにハンマーで2段階押し込むことが可能。これにより縦ハーフの壁やパネルガラスの表面などにくっつけることができます。何より街灯ポールにずらしてくっつけられるのが便利。街角の表現の幅がぐんと広がりますね。以上、ご紹介した新作を使って端っこのアトリエの内装を作ってみました。ソファーが増えたのでリビングも完成。そしてダイニングキッチン。ちょこっとレトロな感じを出せました。そういえばイーゼル黒板には看板を載せることもできて便利でしたよ。いかがでしたか？今回ご紹介した新作ブロックの他にさらにいくつか追加した上でミニチュリモッドのアップデートを近日行いたいと思います。私の力量不足により現在 Java 1.1.2 だけのリリースとなっていますが、ぜひ動画概要欄にある配布サイトからダウンロードして遊んでみてくださいね。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。次回は海辺の崖を発展させていけたらいいな。また見てね。今は少し寂しいけど私は